これで、フル、ロボットモードになります。これで、ルーシー、ロボットモードになります。これで、マックス、ロボットモードになります。これで、シャオミ、ロボットモードになります。これで、超次元、稲妻戦法になります。これで、超次元、重装守衛になります。これで、超次元、創世王になります。より迫力がね、増しますね。いや、こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ミニフォースより超次元稲妻戦法と超次元重装守衛です。それでは見ていきましょう。ということで、おいおいミニフォースは韓国のロボットやろって思ってる方いると思いますけれども、その韓国のロボットミニフォースがなんと中国で出ました。なぜかはちょっとね、わかんないんですけれども、わかる方いたらちょっとコメントで教えてください。まあ、たまにありますね。中国と韓国のなんかコラボみたいなね、ありますね。はい。で、名前なんですけれども、はい、こっち、このフルっていう青いロボット、そしてこのピンクがルーシー、で、これが赤のシャオミ、で、この黄色のマックス。はい、それぞれ合体して、はい、これ、日本だと、この千、伝って書いて、この、稲妻って意味らしいです。日本だとね。はい。で、稲妻戦法。で、こっち重装守。で、これが、中国語なんですけど、日本だと A っていう字。で、重装守衛っていう感じらしいです。トイハッピーさんがそう言ってました。で、これの後ろね、見ていきましょう。こんな感じになっていて、はい。それぞれ、車とかビークルがロボットになって、それが2体合体します。で、さらに4体合体もあるということで、今回はこの動画でその全部をね、紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは、開けていきましょう。中身を取り出すと、このような感じになっております。そして、説明書がね、それぞれ入ってまして、こういうなんか冊子みたいな、なんていうの、こういう本みたいに、こうやってめくって確認するっていうね、感じになっております。はい。で、これ合体した時に使うソード用のパーツですね。じゃあそれではまずはそれぞれ見ていきましょう。今ね、全部ビークルモードにしてるんですけれども、こっちのね、2つがちょい小さめで、こっちの右のこの装甲車となんかヘリみたいなのがちょっと大きめになってますね。はい。それではまずはこちら。フルのビークルモードから見ていきましょう。こんな感じになっております。これのね、このモールドっていうの、この造形の入り方が面白くて、結構カクカクにこうなってるんですよね。はい。これがなんかちょっとゲームのドットみたいなデザインになっていて、各所。それが面白いですね。ゲームの世界からこう飛び出してきたみたいな感じになっております。で、こういうクリアパーツもね、黄緑になってるので、なんかちょっと近未来感のあるというかね、はい、そういう、デザインになっております。めちゃくちゃかっこいいよね。はい。ミニフォースもね、確か前のシーズンだったかな、うん、前の前ぐらいかなが、こういう結構黄緑対応してたんで、それめっちゃ好きだったんでね。はい。いいですね。そして韓国だと獣王者っていう、これも結構ドットっぽいデザインがね、すごい、あった、スーパー戦隊が流行ってたんで、まあその影響もあるのかもわかりませんね。はい。じゃあ次、こちら。はい。これがルーシーですね。はい。ルーシー。はい。これ、はい。こうやってタイヤでね、コロコロさせることができます。でね、こういうゲームのボタン十字キーみたいなのもありますね。うん。で、こうやって各所黄緑のクリアパーツが使われてたりします。はい。で、次、マックス。はい。結構大きいですね。で、このタイヤすべて回ります。はい。こんな感じになっているっていう感じです。で、ここもね、ほら、十字キーみたいなのがあって、黄緑のクリアパーツ使われてます。そして、シャオミですね。はい。この、はい、ランディングギアありまして、ここのプロペラが回ります。なんか、マインクラフトの剣みたいなデザインしてますよね、ここら辺。はい。こういうギザギザとかもね、はい、ドット感あって、可愛いですね。はい。まあ、という感じで、これね、それぞれロボットになりますので、変形させていきましょう。まずはフルからいきます。まずここのパーツを取り外してあげて、で、はい、これを
下に下ろします。で、パカッと開いてあげて、で、ここ、はい、一旦開いて、で、足を引っ張って伸ばします。で、戻すと。で、ここ回転させて、つま先出す。反対側も回転させて、つま先を出すと。で、ここ今、この武器をね、こう挟んでたんですけど、これを外します。はい。で、こうなりましたら、ここね、ここのパーツをパカッと、はい、ロック外します。はい、パカッとね、外してあげて、下に下ろす。はい、反対側も下に下ろします。はい、こんな感じになりまして、で、ここの部分を後ろに倒して、さっき外したパーツを背中に取り付けてあげて、で、この武器ですね、これを開いてソードにして、で、腕に持たせてあげて、で、最後、ここですね、ここを持ち上げてあげれば、これでフルロボットモードになります。はい。やっぱこの各所にね、この黄緑のクリアパーツがあるのがもうめちゃくちゃにかっこいいと。はい。で、こうやってポーズをね、取らせることもできます。頭なんですけれども、若干、本当にこのぐらい、若干、こうやってね、角度をつけることができます。で、この目の部分とか、ここの部分ですね。これ黄緑の塗装になってます。はい。本当はこういうね、黄緑のクリアパーツが良いんでしょうけれども、さすがにめちゃくちゃ小さいのでね、はい。こんな感じになってます。いや、スタイルもめちゃくちゃいいですね。はい。じゃあ次。こちら、ルーシーやっていきましょう。ルーシーまず、ここ、ちょっと折って、これを外します。はい。このパーツ外して、で、ここも、開いてあげて、これを外します。はい。で、そしたら、ここのね、はい。足をここまで一旦曲げてから、このね、部分を引っ張ってあげます。で、はい。こうやって、ね、足を伸ばします。この引っ張ってあげないと、足がね、ここぐらいまでしか曲がらなくなるんですよね。はい。なので結構重要です。はい。で、足開いてあげて、で、ここのパーツを、はい。開いて、で、ここ、前に倒して、で、腕スライドして回転。反対側も、腕をスライドして回転。はい。で、後ろにこれ取り付けて、前はこれですね。で、取り付ける前にここスライドして、頭出してあげて、で、胸を取り付けてあげれば、はい。これで、ルーシーロボットモードになります。おもろいですね。はい。で、このルーシーの素晴らしいところは、この目がね、このクリアパーツ、就航ギミックで光るっていうところですね。バイザーね。はい。ここのクリアパーツと、この目の部分が繋がってるっていう。素晴らしいです。で、説明書にね、記載はなかったんですけど、これのね、取っ手の部分があるんですけども、はい。これを、一応持たせることができます。ルーシー武器ないので、こうやってシールドみたいな感じにして、ね、持たせといてあげましょう。はい。で、次、マックスいきましょう。マックスはまずここのパーツ外してあげて、はい、武器にします。で、次はこれを、はい、持ってきて、すごい、クリックの音がね、止めどないですけれども、はい。で、足出してあげて、で、ここ、ロックされてるので、はい、こうやって今、このロック外しました。で、もう一個、この腕もロックされてるので、はい、ロック外します。そしたら、ここ、スライドして、伸ばします。はい。で、伸ばしてあげたら、下に下ろします。で、この足を戻してあげて、で、この横のね、このパーツですね。これを回転して上にね、ずらします。はい。で、足をパカッとね、全部割れましたけれどもね。はい。この腕を下ろしてあげて、この拳ね、このスライドしてあげます。反対側も腕を下ろして拳をスライドさせると。で、この
頭がね、埋まってるので、これ取り出してあげて、で、こう真ん中で、ガチャッとね、組み合わせてあげて、さっきのこの武器を持たせてあげれば、これでマックスロボットモードになります。いや、めちゃくちゃね、ごっついね、体型してますけれどもね、なんかそれぞれ個性があって、いい感じですね。この裏とかね、もうここめちゃくちゃ太いですけれども、はい。で、このアックスみたいな武器も面白いですね。はい、こんな感じです。じゃあ、次、そう、この待って、マックスも、この目が周光になってるので、こう繋がってるので、光でね、はい、こうやって目がちょっと光ります。はい。では、ラスト、シャオミいきましょう。まずは、このパーツを外します。で、こうやって畳んで、はい、こうやって剣みたいにね、してあげます。で、次、ここ外して、これも外します。でね、これね、最初奥までね、こうやってやってたんですけど、そしたら全然外れなくなって、ちょっと外すとき発火しちゃったんですよ、この根元が。なので、ちょっと、いや、浅めにこうつけた方がいいですね。はい。で、こうやって、これ開いてあげて、で、これですね。これちょっと、ここ開いてあげて、ここの部分ちょっとね、上にずらしてあげて、で、ここ前に持ってきて、で、ここ、はい、回転させると、足に、ね、なりますと。で、この上の部分パカッと開いて、で、腕伸ばして下ろす。はい、反対側も腕伸ばして下ろすと。で、ここパカッと、開いてあげまして、はい、頭出してあげて、で、この後ろの部分にこれ取り付けます。はい。そして、さっきのこの剣ですね。剣を、この突起と穴があるので、ちょうど剣にも突起と穴が開いてるので、それでここに合わせてあげます。はい。で、そしたら、はい、ここの持ち手ですね。これをここに持たせてあげれば、はい。これで、シャオミロボットモードになります。はい。素晴らしい。ここのね、このドット感とかね、いいですね。この、なんか、弓みたいなこの武器とか。はい。で、ここにもね、この、十字キー、ゲームの十字キーみたいなのがあります。で、これも一応、この目の部分、クリアパーツだけど、特に周光とかではないのかな。この後ろまで繋がってるわけじゃないですからね。はい。まあ、という感じで、それぞれ変形させましたので、じゃあ次は、2体合体ね、やっていきましょう。まずは、こっちの、フルとルーシーから合体させていきましょう。でまずこれ外してあげて、はい、これも外します。はい。で、頭を戻します。で、これを外します。こっちも、はい、これ外すときね、横に引っ張ってもあんま外れないので、折るように、へし折るようにしてあげると、割とこうやって、はい、外れるのでね、はい、外してあげます。で、腕をこうやって畳みます。はい。で、これちょっと出しといて、で、これの横にね、この、さっきの腕を取り付けてあげて、で、こうやって畳みます。はい、こんな感じです。足の幅をね、ちょっと太くするという。はい。で、こうやって、こっちもね、やってあげます。はい。で、そしたら、これ背中に取り付けて、これさっきね、こういう状態だったんですけど、今度は逆側にこうやって取り付けてあげて、これもこの胸についていたんですけど、一段下げてあげて、ここのちょうど腰の部分ですね、に来るように、こうやって取り付けてあげます。はい、これでルーシーは変形完了です。じゃあ次、フルいきましょう。この剣外してあげて、これですね、これも外します。で、これ説明書にね、載ってなかったんですけど、これを2つ合わせると、こう合体武器にね、できます。で、次は、これ頭を一旦閉じまして、このように、はい、腕を持っていって、ここね、はい、
固定してあげます。ここで。はい。フロントを固定します。で、ここの突起、ここに突起があります。この突起。これを、この穴ですね。ここに穴があるので、そこに固定してあげると。はい。こんな感じになります。ここがちょっと直角みたいになりますね。で、そしたら、ここの、はい。腰をね、真っ二つにね、してあげます。こうやって、パカッと引っ張って、真っ二つにしてあげて、この向きですね。してあげて、はい。腕下ろして、このつま先畳んで、回転。反対側も、上持ってって腕を下ろしてあげて、つま先畳んで、回転。はい。で、こんな感じになります。そしたら、ここのジョイント、はい、ここの2つのジョイントと、あとここの2つのジョイント。これで、この上と前から固定してあげます。まあ、こうやって、ガチャッとね、くっつけてあげて、で、さらに前からガチャッとね、はい、取り付けてあげまして、で、この武器を持たせてあげて、はい。で、ここね、はい。頭を取り出してあげれば、これで、超次元稲妻戦法になります。はい。ということで、あ、やばい。ここのつま先をずっと伸ばしてなかったですね。ルーシーの単体変形の時から。はい。これは常に伸ばした状態でやりましょう。まあこんな感じで、肘もね、曲がるですし、まあね、って感じで、この顔は固定ですね。横向いたりとかはできないです。でね、これ結構、ここ、腕の固定がないので、下がってきちゃうっていうところかな。うん。あと武器がちょっとちっちゃいというね、はい、感じはありますけれども、はい、しっかりと、この上下での二体合体美しいですね。はい。それでは次、この、マックスとシャオミやっていきましょう。でもマックスに関してはほぼこの状態なんですけど、この足ですね、後ろからこう持ってきてあげて、はい。で、ここ、ガッチャンコさせて、これを下に下ろします。反対側も、はい。足持ってきてあげて、で、横、スライドじゃない、回転。はい。で、まあ、この足ちょっと伸びた状態ですね。になります。で、次、こちら。はい。シャオミやっていきましょう。シャオミとこれ外して、で、頭後ろにやりまして、で、この腕を、はい、しまいます。はい。こっちも腕をしまいます。で、これ一旦ここね、組み合わせてあげて、外して、で、これも外して、で、この状態で、さらにこれを割ります。こうやって、割って広げます。はい、こんな感じで。で、ここをくっつけて、この向きにして、はい、これ立てて、これね、あんまり定位置がないので、こう、ちょっと自分で探して、で、これを持ってきてあげて、拳をちょっと回転させてあげて、はい、こっち側も拳ちょっとね、回転させてあげて、で、合体させるので、ちょっとこれ開いてあげます。はい。で、ここのランディングギア開いて、ジョイントがね、出てきますので、この、ね、マックスのこの背中の2つのジョイント、ここに、見えるかな？はい。こうやってくっつけて、上げます。はい。で、さらにこの肩の横、ここにこの腕、はい。これをガチャッと取り付けてあげます。で、武器ですね。はい。ここ畳んであげて、この下の方のジョイントで、この腕の横にくっつけます。で、左手に、これ武器持たせてあげて、で、これですね、これ開いてあげて、で、この頭に取り付けてあげれば、これで超次元重装守衛になります。どうでしょう。なんか、
ね、この、おもろい合体してますよね。なんかあんま見ないですよね。この背中にこうくっついて、こう肩強化されて、で、ね、頭になんかこう強化パーツみたいなのつくっていう、なんかあんま見ない合体方法ですね。はい。まあ、っていうこの2つともなんか違う合体方法っていうのもね、面白いですよね。で、ちなみにこれ余るんですけど、てかそもそもずっとこれ余ってるんですけど、こうやって組み合わせて、まあね、ここに持たせとくってこともできますし、ここにね、こう差し込んでおくってこともできますので、本当に余剰が嫌な方はこうやって、差し込んでおくことができます。はい。それではこの2体と2体を合体させて、4体合体ね、させていきましょう。まずは、こちら。はい。これを、まずは、ばらしていきます。こういう風に外していきまして、はい。で、これも外します。で、マックスからちょっとやっていきましょう。まず、この、分割して頭をしまいます。はい。で、ちょっと一旦戻しますけども、まあ、戻さなくても全然できます。はい。で、一旦、このビークルモードっぽいモードに若干戻します。はい。このようにね、戻して、足も、はい。このように、はい。畳んで、スライド戻して、で、これをここに、はい、しっかりと固定してあげます。はい。で、ここのフロントだった部分、これ開きます。で、ここ、ジョイント取り出してあげたら、はい、もう一回分割してね、あげると。はい。これで、足になります。じゃあ次、こちら、行きましょう。これ一旦ね、はい、2つ外してあげて、で、こうですね。これを、このように畳んであげて、で、これ腕になりますので、向き整えてあげて、で、これも、これね、このようにちょっと、なんかこうジョイントでちょっと引っかかるんですけど、まあいい感じに寄せてあげて、はい、腕になります。はい、反対側も、このように回転させて、で、拳も回転させて、で、はい、これですね。これはしっかりぴったりと割といきます。はい。で、これで腕になります。じゃあ次、はい。武器外してあげて、で、これの合体も、はい、外します。で、これも板外してあげて、はい。角度をね、変えてあげます。こうやって。はい。この向きにしてあげて、で、この足の横ね、これ外して、このジョイントを内側にしまう。で、新たなジョイントを出します。反対側も外して、内側に入れて、これ、完全には、しまいきれないです。こう出てる状態で大丈夫です。はい。で、はい、ジョイント出します。はい。で、そしたら、はい、これ、はい、つま先しまってあげて、で、これも、はい、かかと畳んであげて、一旦ガチャンとね、してあげて、はい。で、一旦ここまで曲げたら、はい、縮ませて、最後まで、はい、こうやって畳んであげます。そしたらちょっと、はい、パカッと開いて、で、ここのパーツね、こうやって伸びるので、反対向きにこうやって持ってってあげて、ここ、穴がね、開いてますので、この突起をこう、この穴に差し込んで固定してあげます。はい。こんな感じですね。はい。で、そしたら、これね、はい。この、ちっちゃいジョイントがあるんで、このちっちゃいジョイントとここね、ここの部分で H を合わせて、くっつけてあげます。はい。こっちも。
なんかちょっとジョイントがね、小さくて若干心もとないんですけれども。で、ここは3箇所ね。はい。で、固定します。はい。こうやってね、後ろから固定してあげて、で、これが、この、腰ですね。ここの部分にこうやってきます。はい。これで、この腰、ね、腰と、太ももあたりですね、になります。そして、最後、こちらですね。フルは一旦ここ、はい、ちょっと縮ませてあげまして、で、後ろで、ここの腰だった部分ですね。これを、はい、組み合わせてあげます。はい。これで、合体準備完了です。ということでね、合体させていきましょう。まず、このフルとルーシーやるんですけれども、このジョイント、合体させる箇所が、まずここね、ここと、反対側も、そしてあとここ、この部分ですね。これが、この内側とくっついて、で、さらにここの部分と、この前の部分ですね。これがくっつきます。合計6箇所で、くっつきます。まずは、ここにこうやって、入れてあげて、で、ここ、はい、ガチャッとね、くっつけてあげます。で、そしたら、このフロントの部分ですね、ここの内側のジョイント、これをうまいことこう動かしてあげて、はい、ガチャッとね、くっつけてあげます。で、今、こことこの前、上とね、前がくっついたので、あと中ですね。あとはもうこの部分下に下ろせば、ガチャッとね、くっつくんで、はい、くっつけてあげます。そしたら、この後ろの部分、ちょっと上に、斜めに、こうやって、はい、動かして、ちょっと開いてあげると。はい。これも特にね、固定がないので、もう自分のね、好きな、なんか、場所にこう、留まらせておくって感じですね。はい。こんな感じになります。で、そしたら、腕、くっつけときますか。はい。右腕、はい、くっつけてあげて、反対側もくっつけます。はい。これね、結構こう、すぐ下がってきちゃいますね。はい。で、そしたら、足。はい。これ足がね、激硬で、もう、本当に、100% の力で、はい、こうやって、もう思いっきりね、取り付けてあげます。はい。こっちも、もう半端な力でやったら、絶対いかないんで、もう本気で、ほら、はい。これで、足もね、くっつきました。そしたら、このパーツですね。これ、根元畳んで、で、ここの下の方のジョイントにこうやってくっつけてあげます。で、ここ、突起が2つあるので、ここの穴がね、2つある、この胸の部分に、取り付けてあげます。はい、こうやって、ガチャッと取り付けてあげて、で、最後、これですね。はい。このパーツ、ちょっとここを折り込んであげて、この頭にね、こうやってかぶせてあげれば、これで超次元創生王になります。そして、こちらの武器ですね。はい、このデカソードをこうやってね、持たせてあげると、より迫力がね、増しますね。いや、すごい。足がね、めっちゃ長いんだよね。うん。はい。これって実際、どのくらいの大きさがあるのか、測ってみましょう。36、いや、35センチとか、35、6センチぐらいですね。インチで言うと15インチちょいぐらいですかね。はい。っていうめちゃくちゃ大きいね。はい。ものになっております。で、この状態でこの2つ余ってしまうんですけれども、一応、この、ちっちゃい剣はここに、こうやって、穴にこう取り付けておくことができるんですけれども、これはね、どうすることもできないんで、はい、これこうだわ。はい。で、なんか、おのおのの好きな場所にね、はい。あとは、トイハッピーさん方式で、ここの、なんか部分にね、こうやってなんか、挟み込んでましたね。はい。
ここにこうやってなんか挟み込むっていうのもありだと思います。はい。ちょっとね、こういう余剰パーツ、余りパーツが出てしまうのがちょっともったいないかなと思いますね。これ割とどうすることもできたんじゃないかな。なんか適当な場所にね、くっつけておくだけでもいいのでね。うん。なんかちょっとどうにかして欲しかった感はありますね。はい。いや、まあ、ただね、やっぱこのミニフォースのこのカラフルな、ね、ちょっと、言葉選ばずに言うともうごちゃごちゃした合体。これがもう僕は大好きなんで、もうこの大迫力、しかも、こう個別の変形、ロボットへの変形、さらに二体合体。で、さらにその二体合体同士が合体して全合体っていう、ここまで遊び応えのあるね、商品。めちゃくちゃ素晴らしいと思います。で、まあ、ちょっと、もうミニフォース僕がね、好きすぎて、ちょっと厳しい意見にはなると思うんですけれども、本当韓国で出てた、本当最近のミニフォースに比べると、ちょっと合体とか、なんだろう、あとプラの質、すごい悪いってわけじゃないんですけど、その最新のミニフォースのやつ、韓国の方のやつに比べちゃうと、なんかちょっと、合体させづらい点とか、ね、こういう余剰が出ちゃったりとか、あと、ちょっと発火しちゃう場面とか、ジョイントちっちゃかったりとかはありますね、正直。ありますけれども、ちょっとミニフォースのレベルが高すぎるがゆえに、ちょっとそう思ってしまってるのであって、他のね、合体するね、ロボットに比べればもうめちゃくちゃクオリティは高くなっておりますので、はい、ご安心ください。っていう感じでしょうか。はい、この1本の動画でね、この全て、紹介しましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、本当に、これ、ね、デザインも面白いし、本当にプレイバリューありますので、なんか気になった方ね、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。